I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's my... 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回はみんな1本は持っているマーカーの活用方法をご紹介します。マーカーって同じようなものをついセットでたくさん買ってしまったり、使い方に変化がないということはありませんか？使う色と使わない色に差が出てしまうなんてこともよくありますよね。今日は手帳の時間がよく使う簡単な活用方法をご紹介します。大事なところに線を引くだけじゃなくて、もっと幅広い使い方を知って日々の生活に取り入れてみてください。ということで早速行ってみましょう。まずは誰でもすぐに真似できる簡単なチェックボックスから。マーカーの先端はだいたいどのメーカーも 4mm 程度なのでチェックボックスに最適です。正方形をイメージしながら好きなカラーでボックスを作るだけ。ただ線を引くだけでもいいけど、中が空白になるように外枠だけ作ってもおしゃれですよね。ペン先の特徴を理解して向きを変え、さささっとランダムに作るボックスとか、書く内容に合わせてぷくっと丸いチェックボックスもおすすめです。では実際の手帳の中身を見ていきましょう。バレットジャーナルでは毎月のカラーを意識してマーカーを選んでいます。時間がない時は一番簡単なチェックボックスを書くことが多いですね。付箋やシールがなくてもマーカーのチェックボックスがあればページが少し締まって見えます。ちょっとしたことだけど印象の違いを楽しんで、普段のトゥードゥーリストやメモに活用してみましょう。カラーが楽しめるアイデアでした。次は普段使っていないカラーも活用できる楽しいパターンアイデアです。手帳やノート、日記帳、背景にプラスすると可愛い模様を考えます。壁紙をイメージして同じ形や線を何度も繰り返す感じ。マーカーの太ペン、細ペン、向きを利用すると無限にパターンが楽しめますよ。今はクリスマスが近いので、例えばもみの木の葉っぱと西洋ヒイラギの赤い実をランダムに描くことで季節を感じることができます。オリジナルを考えるのも楽しいですよね。基本的な線は同じ形でもカラーを変更するだけで雰囲気がガラッと変わります。これは夏の海って感じかな。上から文字を書き足すとすんごく可愛いです。マンスリー日記を書くときも線がはみ出さないようにマステでガイドを作っていますよ。最後にゆっくりゆっくりマステを剥がせば可愛いパターンの出来上がり。はい、こんな感じになりました。実際の手帳ではどんな感じで使っているかというと、ちょっとしたアクセントになるようにミニミニサイズで作ることが多いです。ただのライン、丸、三角、四角、ドットなど簡単な組み合わせの方がおしゃれに仕上がります。主役ではなく背景なので、細線のグリッドなど付箋のような模様を真似するのも素敵です。これは2本のマーカーを少しだけ重ねてキャンディーのようなキラキラ感を出したパターン。お気に入りのシールと組み合わせればこんな感じでアレンジもできました。マンスリーで使う場合は全体的な背景ではなく4つの角を使う方法も綺麗です。12、12。ただこれだけで OK。マーカーのみずみずしい感じを楽しんでいろんなパターンを考えてみましょう。次は存在感を出したい時におすすめの活用法。文字や数字と書き合わせるアイデアです。書きたい文字の縦線をマーカーの太ペンで書きます。骨組みができたらあとは文字にしていくだけの簡単アレンジ。書く文字によっては最初はバランスが難しいので下書きするのもおすすめです。ここの縦線は太くすると可愛いかもとか小さい発見があって楽しいですよ。
マーカーはほんのり水っぽいので、キラキラペンなどで上から模様を追加してもいいですね。今は斜めの線を入れていますが、水玉やリボンなどを書き足しても可愛いです。まずは自分の名前で言ってみてください。その他数字などでも活用ができます。太ペンで数字をこんな風に書いた後、シンプルに枠を追加するのもいいけど、目や口を書いてアニメ風にすればポップな雰囲気に早変わり。短い文字でもマーカーを活用するとちょっとしたアートになるから好きです。季節を感じるカラーを2本選べば、普通の文字が海やスイカ、ひまわりに大変身。黒ペン1本での文字アレンジについては別の動画でまとめています。マーカーと合わせて書いてみてくださいね。色をつけるときっと雰囲気が違いますよね。次は可愛い本棚のアレンジ。マーカーの太ペンは正方形や長方形がスーッと描きやすいので簡単に本棚が作れます。まずは土台を描いて、あとは好きなカラーで縦線、横線自由に引いてみましょう。この時のポイントは本の大きさをバラバラにすること。ランダムに並んでいる方が海外にある図書館みたいで素敵になりますよ。背表紙には読んだ本のタイトルを書き入れてもいいし、このように少し線や図を入れて要所のようにするのもおすすめ。これなら自分の好きな色がたくさん使えていいですよね。小説とかお料理などのカテゴリーを作るのも素敵だなと思います。こちらは実際の手帳。本棚の横にNetflix記録を書いたり、マーカーの活用法はたくさんあって本当に楽しいです。最後は学生さんにもおすすめできるアイコン活用法です。短い時間でパパッと書けるアイコンは勉強や仕事のアクセントにもなりますよね。綺麗なノートを作る場合もポイントとか復習、テストなど自分なりのアイコンを決めておくことで、後から振り返った時に確認がしやすいです。まずは四角形から連想できるものを書いてみました。鉛筆、家、お手紙。手帳では内緒の予定などにアイコンを活用するとどんな時でも安心です。マーカーを活用したイラストについてはインスタグラムなどでも発信をしています。いつもの使い方に飽きたらこんな感じでアレンジを楽しんでみましょう。ほとんど四角形や長方形、丸で描ける簡単な形なのでとても描きやすいですよ。手帳の時間が発信するものは基本的には時間がなくても描ける簡単なイラストステップです。少しずつ描けるイラストを増やして今よりももっとマーカーを楽しんでみましょう。ちなみにただの丸で作るこのドラえもんがお気に入り。マーカーにはマーカーの良さが、ボールペンにはボールペンの良さが、キラキラペンにはキラキラペンの良さがあるので、自分の持っているペンでいろいろと試してみてください。同じイラストでもマーカーで描くと印象が違ったり素敵な発見があるかもしれません。久しぶりにこのノートを開いたので少し振り返ってしまいました。では本題に戻りましょう。こちらはマーカーで作るリボンのアイコン。そしてこちらはマーカーで作るブランケットや本のアイコン。実際の手帳では今日ご紹介したアレンジをフル活用しています。単品で見ると物足りないものも組み合わせることで素敵に変身することだってある。マーカー3本だけで1ヶ月のマンスリーを華やかにできたり、本当にマーカーアレンジは無限だなと感じています。ということで今回はみんな1本は持っているマーカーの活用方法をご紹介しました。どんなマーカーでもできるアレンジなので少しでも参考になれば嬉しいです。今回の動画はこれでおしまい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。